どうもちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、柳橋しました。今日はね、ちょっとカラスミ買いに来たんですよね。もう12月の今5日なんですけど、もうラストっすね。そろそろ出なくなっちゃうんで、ちょっと買いに来た感じです。じゃあ行きましょう。カラスミ昨日ね、ここにあったんですよね。ほら、あった。ほら。うわ、こっちの方がいいな。これめちゃくちゃいいじゃん。そうなんです。もう終わり。終わりだもんね。もう終わりに近づいてきました。もう終わりに近づいてると思うよ。終わりに近づいて安すぎる。今日買わんとないなと思って来ました。こっちがいいな。これが一番いいな。これより抜いていいですか？これできれば箱で買ってほしい。箱で買ってほしい。じゃあ箱で買おう。はい、全部買おう。箱で買ってって言われたんで箱買いです。こういう商品もある。もう今日 C11 全部か。これ今日入ったやつですもんね。でも今日ですもんね。ね、今年少ないらしいですね。うわ、あん肝もめちゃくちゃいいじゃん。安っ。マジで原価ぐらいでくれた。格安でゲットできました。よし、じゃあスタジオ帰って処理していきたいと思います。それじゃ企画。動画の途中でこんにちは。ただいま絶賛スシローさんとのコラボ第2弾開催中でございます。美味しいお寿司用意してますんで、ぜひスシローさんで食べてくださいね。動画に戻します。ただいまということでスタジオに帰ってまいりました。こちらが購入したカラスミですね。ちょっと色が白っぽいじゃないですか。これもう待ち針で血栓刺して、で塩水で2日3日つけて血合を抜いておきました。で抜いたものがこちらですね。綺麗に取れてますよね。完璧な状態で、これ今から水分を取って塩漬けしていきます。さあ今年はうまくできるかな。ぶっちゃけて言うと僕去年挑戦したんですけど、もう大失敗しまして、とんでもなく美味しくないカラスミができちゃったんですよ。塩入れすぎてしょっぱいとかじゃなくて、もうなんかね、臭いし味がないカラスミができちゃったんですよね。その原因はもう分かってるんですよ。塩漬け工程が甘かったのと、やっぱこう待ち針とか使って血を抜く作業をちょっとめんどくさくて怠ってしまった、いい加減にやっちゃったってところが範囲でしたね。でこういうところ、こういうね腸みたいなところ、これも取る。カラスミ作りは本当にこのズボラな人はね、あんまり向いてないですね。よし、そしたらこれを塩漬けしていきます。はい、ではそうしたらまずは粗塩ですね。粗塩にちょっとフランスのお塩入れてみます。ブレンド、お高いお塩。はい、 OK。 そしたらお塩をタッパーに引き詰めます。結構厚めに。そしたらここにカラスミを並べていきます。できるだけ重ならないようにね。重ねて入れちゃうとこの重なったところがお塩が入りにくいので、できるだけ重ねないように。ぴったりだと思うんだけど、よし OK。 そしたら上からもお塩をかけると、まんべんなく。でどうしてもこうちょっと重なっちゃったなってところは、この重なったところに塩を打つ。でちゃんと全面に塩が当たってる状態を作ると。でこういうとこね、こういうとこ、ここ分かりますかね。こう塩当たってますけど、この内側のここ塩当たってないじゃないですか。こういうところにもちゃんと塩をなじます。手塩にかけるとはこのこと。はい OK。 そしたらこちら冷蔵庫で2日3日寝かします。では2日3日後に移動。はい、というわけで塩漬けして2回目の塩漬け2日経過しました。この2日経つと汁が出ないんですよね。カッチカチです。あんなふにゃふにゃですぐ破けちゃいそうなカラスミがこんなに硬くなりましたと。そしたら今からお酒で洗っていきます。お酒でお塩を洗っていくと。わあ、いいのにできてます。いい具合です。もうここからの段階は水を一切使いません。はい、洗いましたと。そしたらまずは日本酒を入れます。ここで惜しげもなく入れることが大事ですね。ケチらず。ちょっと少ないけどまあいいや。でここにカラスミを入れます。はい、これで1日から2日塩抜きをしていきます。ここである程度この入り込んだ塩を抜いていきます。で1日2日後にどう。はい、では、なんだかんだ4日5日ぐらいつけましたね。新しいお酒にしてだいぶ戻りました。プルンプルンです。でちょっと中に芯が残ってるかなって感じ。これがベスト。そしたらこれを水気を切っていきます。もう元のサイズに戻りましたね。お酒のいい匂いがする。
ちなみに今日は1月の2日でございます。年末商戦真っ最中ですね。もう血合いもバッチリ抜けてますね。はい、まずはバットにピチッとシートを貼ります。でその上に血抜きしたカラスミを丁寧に乗せていきます。で上にもピチッとシート2枚乗せて、その上にさらにカラスミを置いていきます。それで陰干しみたいな感じですね。若干脱水をしていくということです。いきなり干すんじゃなくて、この作業である程度抜いておきます。はい、ではなんだかんだで4日経過しました。いい感じに陰干しができております。そしたら8本あるんですよ。4本はこのまま干していって普通のカラスミにします。でもう4本はお味噌に1週間ぐらいつけて味噌味のカラスミにしていきます。でさらにこの上から一回乗せてちょっと重しをかけます。で形を整えつつ、これはもう外で干していきます。そしたらお味噌、まずは白味噌ですね。白味噌1と赤も白味噌の半分量入れます。今回は白味噌2の赤1でいきます。でここに少しウイスキー入れます。カラバン、殺菌効果と香り付けで、ここに米麹も少し入れます。で本みりんも少し加えます。そしたら練り上げていきます。はい、こんな感じ。そしたら味噌床をまずはバットに広げます。いい匂いがします。今日ガーゼ当てずにもうそのままベタ漬けでいきます。その方が浸かりが早い。そしたらカラスミを並べていきます。そしたら上に乗っけていきます。でこれ重なってるところもしっかりとこうやって間に味噌を入れてあげる。これカラスミから水が出てきて馴染んでいくと思います。とにかくこの味噌の香りをカラスミの中にしっかりと入れてあげる。これはねうまいですぞ。身のところはこの段階で取ってしまっても大丈夫です。身のところはねどのみち食べれないんで美味しくないんでね。まあでもついてた方が見た目がかっこいいんで僕はつけときます。よし、これでラップをして2週間ほど寝かしたいと思います。それでは2週間後に移動。はい、というわけで10日経過しました。ほらこんなに水分が出てきてます。これで味噌の香りがしっかりとカラスミの中に入りました。これ味噌を今から洗い流していって干していきます。でプレーンの方、こちらも10日経過しました。こんな感じ。これもコールドテーブルでずーっと冷風に当てながら乾燥させておきました。ほらすごいでしょ。今ソフトな感じ、ちょっと柔らかめの、もうこのぐらいソフトな感じで食べても美味しいですけど、まあちょっとまだソフトかな。こことかまだねちょっとソフトですね。なんでこれは今日から外に干していきたいと思います。でここにお酒をぬりぬりして干していきます。ちょっといいお酒、八学生。これでふきふきと香り付けと、あとこの過剰に乾きすぎないようにするってことですかね。お酒をぬりぬりしてこうやって香りをつけていく。うわ、いい匂いがするな。これ大成功の予感がします。カラスミは丁寧に作んないとダメですね。もう毎日面倒見てあげなきゃダメです。もうこれもね毎日毎日ひっくり返してこの状態になってます。我が子のように可愛がってあげる。よし、これは網で干していきます。もうここまで乾けば網の跡とかはつきにくいのでね、網でいけます。さあこちらですよ。お水にお塩でお酒でこの中で洗い流していきます。ある程度味噌は落とす。うわ、すっげえいい感じになってるわ。ほらすごいいいのに使ってますね。ここで洗っていくと。で味噌はきれいに落としていく。香りがカラスミの中入ってますから、固形の味噌はしっかり落としていくと。ほらこういう色全然違いますよね。よう使っとるな。これ真水で洗っちゃうと水焼けしちゃうんで、こうやってお酒とかお塩入れてブヨブヨにならないように洗っていきます。わ、これ立派。てか今1月の、20日なんですけど、まだ今日市場行って生カラスミありました。こんなね年明けまであることってねあんまないんですけどね、まだありましたね。はい、そしたら水分をざっくりと取ります。丁寧に拭き上げていく。そしたらピチッとシートでざっくりと
水気を取っていきます。陰干しみたいな感じですね。で急激に乾かすと皮がねキュッとしぼんじゃうみたいなので、まずはゆっくりピチッとで一旦水分を抜きます。はい、ではこれ1日後に移動。はい、というわけで1日経過しました。ざっくり水気は飛びました。なので干し網に入れて干していきます。で昨日磨いたこちらプレーンですね。これも毎日毎日日本酒を塗って、もうねもう完成が近いな。これ個体によってこう色が違うのも面白いですよね。こっちは黄色っぽい、こっちはちょっと飴色っぽい。もうここまで来たらもう失敗はない。もうよっぽど雨の日とか出しっぱなしじゃなかったら大丈夫。さあ網に乗せて干していきます。これ冬場だからこうできますよね、外で。夏場だったらこれ絶対腐っちゃってますね。この冬の寒いね空気に当てて乾かしていくと美味しいからすみができると。よし、じゃあこんな感じで干していきます。よし、干すときはいつもここでこんな感じですね。でこれ干すときに注意点があって、閉じた状態じゃなくてちょっとこう卵と卵の間を広げてあげる。そうしないともうくっついてるところが半生っぽくなっちゃいますんでね。よし、こんな感じでとりあえず2週間干していきたいと思います。じゃあ2週間後にどう。はい、というわけで時は流れに流れて2週間ほど経過しました。もうだいぶいい感じに仕上がってますんで見に行きましょう。はい、こちらです。これが味噌の方、もうカリッカリですね。でもこっちのプレーンはもう当然出来上がってます。よし、できましたと。これがプレーン、いい硬さです。だからこれがもう1ヶ月ぐらい干したってことかな。で味噌の方、これはもう2週間。全然色が違いますね。こちらです。もうここまで来たらこっちのもんです。どんな料理にでも使えるし、ちょっとつまみが欲しいなって思った時は冷蔵庫から出してちょっと切ってつまめばね最高のおつまみになります。日本酒が進んで仕方ないのかなと。よし、そしたら食べていきましょうか。明日で保管していくんですが、ここボラのこれ付け根身なんですよ。ここは食べられないので取っちゃいます。でこれ乾いてない状態でここ取るとなんかばらけちゃうかなと思って、僕はついたまま干して、で乾いたらこうやって一腹ずつ分けます。こういう形でここを切って、でここ割ると。でこっちもそうですね。こっちの方がやっぱしっかり乾いてますね。こんな感じですね。味噌の方もカッチカチだ。少し味見してみたいなと。プレーンからちょっとしっとりした感じ。味噌の方中まで染みてますね。うわ、もうこれいいな、幸せな絵だな。1年分飲めるな、これさえあれば。で軽く炙ります。ではちょっとそのままで味見出来たてをいただきます。天才、大成功してます。うわうめえ、味噌の方うまっ。濃厚、塩気もジャストです。売り物になるレベルで美味しい。次プレーン。おうまー。こっちも完璧。まだちょっとプレーンの方は少しウエットな感じですね。これはこれでまたうまいんですけど、ちょっとこれ何して食べるか考えます。とりあえず冷蔵庫。はい、ではあれからだいたい2週間ほど経過しまして、ベストな状態になりました。すげえ美味しそう、この感じ。そしたらこれを切っていきます。もうからすみはこのぐらいです。このぐらいでいい。4枚。お味噌の方もこっちの方結構硬いな。はい、そしたらこちらを軽く炙っていくと。でここであんまり焦がしすぎると苦くなっちゃうんで、遠火でさーっと。やっぱ味噌の方は焦げやすいですね。はい、 OK。 そしたら大根、これが大事なんです。からすみだけでちょびちょびいくのもいいんですが、この大根と一緒にからすみを食べることで大根の水分がいい感じにこのからすみの塩味を中和してくれて、すごく食べやすくなります。
もう本当におつまみとして完璧に成立します。大根、からすみ、大根、からすみ、大根、からすみ、大根、からすみ。こっちがプレーンで、こっちがお味噌。はい、これで自家製からすみの大根のせの完成で、今日僕が最近すごい好きな食材持ってきました。これめっちゃ大きな肝、あん肝みたいじゃないですか。これあん肝ではないんです。これがですね、ガンギエイの肝でございます。これ北海道のガンギエイを、取れたてのガンギエイすぐに肝抜いてもらって、でクール便で送ってもらっております。これがまあうまくて、ちょっと食べます。これちょっと苦玉がこうついてるところとかは外して、これ本当に新鮮じゃないと食べられません。なので新鮮なものをすぐ急速冷凍するか、もう新鮮なうちに食べるか、もうこの2択しかないです。刺身で食べる場合は。これがね、本当に美味しい。でこれ一度湯引きします。はい、そしたらお湯にポチャン。でちょこっとこう湯引きするんです。もう本当にそうですね、5秒から10秒ぐらい湯引きして、で取り出す。で冷水に落とし込むと。で粗熱を取って、そしたら切っていきます。この断面です。こんな感じ。これをスライスしていきます。で切っていくとこういう風に血栓が中にあって、こう血が出てくるんですよ。なのでひとまず全部こうやって切っていきます。はい、切れたらざるにあけます。こんな感じね。そしたらもう一度冷水に落として、血を洗い流して抜いていきます。でここでキンキンに冷やしておきます。そしたら血抜きできたエイキモをお皿に盛り付けて、はい、これでガンギエイの肝刺しの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日は日本酒でいきたいと思います。完璧に日本酒のラインナップですよね。こちら冷やでいただきます。うまいね。辛口がうまい。では次、からすみ大根いただきます。プレーンの方からこの大根とからすみを一緒に、この配分は間違えないようにいただきます。うまい。飲めるね、これは。これすっごい上手にできた。塩味が完璧ですね。うわ、美味しい。これはいろんな料理にも使えそうですね、味的に。次はこちら、お味噌の方いただきます。めちゃくちゃうまいわ。うわ、そんなに味噌は強くないんですよ。後からふんわり追いかけてくる程度です。美味しいわ。うまいわ。グビグビ進んじゃう。お次、これがうますぎるんだよな。海のフォアグラ、ガンギエイの肝。今回醤油です。ごま油塩でも美味しいけど醤油いただきます。激うま。マジとろける。もうカワハギの肝とかその類の味です。アンモニア臭全くしません。これね、僕赤エイよりも星エイよりもどのエイの肝よりもこの肝が好きです。タイプめっちゃうまい。これ店舗でもこういう感じでアラカルトで780円で出しております。これちょっと頼むの怖いじゃないですか。でも
勇気出して頼んでくれたお客様、皆さん、何これめっちゃ美味しいって喜んでくれてます。いつでもあるものじゃないんで、魚一番のレストランの方来ていただいて、この英肝の刺しがあった時は、ぜひ頼んでみてください。うまいですよ。あったらラッキー。うまいわ、これ本当に美味しい。からすみの動画なのに。これお酒とも合いますけど、信じられないかと思いますけど、ご飯、白米とも合います。780円ならね、頼みやすいと思いますんで、ぜひぜひ。結構仕入れ値自体はそこまで安くはないんですが、大奉仕で。ぜひ経験してください。この美味しさを。うめえ、日本酒と合うな。これは完璧日本酒ですね。日本酒か白米、どっちかです。最高。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は自家製からすみを作って食べてみましたけども、今回大成功でございます。で、ちょっとね、映像がね、ちょっと抜け取るとかって申し訳ない。店舗の初の年末年始商戦とかいろいろ被っちゃってて、動画ファイルの管理が行き届かず、ちょこちょこデータを紛失して、動画の仕上がりは三角でしたけども、物の仕上がりは花丸です。来年も絶対作りたいなと思いました。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。